皆さん、こんにちは。今、北朝鮮で起きていることを見ると、本当にちょっとします。金正恩が自分の12歳の娘、金樹栄を後継者として育てているということが、ほぼ確実になってきているんです。ここで一番気になるのは、これです。なぜ、金正恩がこんなに急いでいるんでしょうか。まだ40代前半なんです。もしかして金正恩に私たちが知らない深刻な健康問題があるんじゃないでしょうか。今日この動画を最後まで見ていただければ、金正恩がなぜこんなに急いで娘を後継者にしようとしているのか、そして北朝鮮内部で起きている衝撃的な真実を全て知ることができます。まず、金樹栄が本当に後継者なのかから確認してみましょう。2022年11月、金正恩と一緒に ICBM 発射現場に現れた金樹栄。最初はただお父さんについてきた普通の娘にように見えました。でも今思えば、これは始まりに過ぎなかったんです。12歳の子供を尊貴なるお子様と呼んで持ち上げて、国保科学院長や軍需工業部副部長みたいな高位職の人たちが幼い金樹栄にお辞儀をしながら握手している場面が公開されたんです。こんなことは北朝鮮の歴史上事例がありません。そして今年5月、金樹栄がロシア大使館を訪問して事実上国際舞台にデビューしました。外国の外交官と直接会話する姿まで見せたんです。12歳の子が外交生活をするなんて、韓国の情報機関も今では公式に金樹栄を有力な後継者と判断すると発表しました。ここで興味深い証言があるんです。金正日の料理人だった日本人、藤本源氏さんの話です。藤本さんは1947年、日本の秋田県出身の寿司職人で、1989年から13年間、金正日の専属料理人として働いていました。金正恩が7歳から18歳まで、なんと11年間一緒に生活した唯一の外部の人なんです。藤本さんが証言した金正恩の第一人称が衝撃的なんです。7歳の金正恩に初めて会った時、兄の金正チョルは迷わず握手をしたのに、金正恩は全く手を出そうとしないで、ずっと睨みつけるだけだったそうです。藤本さんはあの鋭い眼光を今でも忘れられないと言いました。7歳の子が見せたそんな眼光って本当にちょっとしませんか？多くの人が気になるのが、金正恩に息子は本当にいないの？ということです。驚くことに、金正恩には息子がいない可能性が非常に高いんです。決定的な証拠があるんです。2018年、韓国のムン・ジェイン前大統領との会談で、金正恩が私にも娘がいるのに、娘の世代まで過去を頭に乗せて生きさせるわけにはいかないでしょう。と言ったのです。もし息子がいたなら、私にも息子がいるのにとか、私にも子供がいるのにと言ったはずなのに、わざわざ娘と特定していたのは息子がいないという強力な証拠なんですね。そして、金正恩が藤本さんや他の側近たちにも金樹栄の話ばっかりして、息子の話は全くしないという点も注目すべき部分です。さあ、今度は革新的な質問に入ってみましょう。金正恩はなぜこんなに急いでいるんでしょうか？金正恩の現在の体重は約 140kg で、これは生命を脅かす超高度肥満レベルなんです。もっと深刻なのは、金正恩が患っている病気たちです。高血圧と糖尿病、心不全症、痛風による足の箱、膝関節炎。最も衝撃なのは、最近既存に服用していた薬ではない他の薬を海外で探しているという情報が捉えられたという点です。医学的にこれは既存の治療法がもはや効果がないという意味なんです。ドイツとフランスの医療人が金正恩を治療して帰って自国の情報機関に報告した内容を見ると、顔に病色が歴然としていて、内分泌系及び革新臓器に異常があると言ったんです。金正恩の家族歴を見るともっと深刻になります。祖父のキム・イルソンは1994年82歳で心筋梗塞で亡くなって、父の金正日は2011年62歳で心筋梗塞で亡くなりました。
金氏一家は心臓病で世を去る家族歴があるんです。問題は、金正恩が父親よりもはるかにひどい肥満と不規則的な生活習慣を持っているという点です。藤本さんの証言によると、金正日もお酒が好きでしたが、金正恩はそれよりもっとひどいレベルの愛酒家でヘビースモーカーだそうです。ヨットで酒によってビニール袋に小便をして頭の上でぐるぐる回して海に投げたということもあったそうです。想像するだけでも恐ろしいでしょう。一部の医療専門家たちは、金正恩の希代寿命を42歳まで見ています。現在、41歳の金正恩には本当に時間があまりないということです。今度は金正恩の立場で考えてみてください。自分には後を継ぐ息子がいなくて、健康状態はますます悪化しています。父親と祖父ともに心臓病で亡くなって、自分もすでに30代前半から高血圧と糖尿の症状が現れたんです。金正恩は自分に残された時間があまりないということを誰よりもよく知っているんです。だから娘の金智英を今から体系的に後継者として育てているんです。北朝鮮は単尊重卑思想が強い社会ですが、金正恩は自分の意思を強く押し通すことができる絶対権力者です。北朝鮮住民たちの完全な共感を得られなくても十分に可能なことです。金智英の後継者授業過程を見ると本当にゾッとするほど体系的です。金正恩がどれほど緻密に計画しているかがわかるんです。最初は金智英を ICBM 発射現場に連れて行ってミサイルが空に舞い上がる姿を見せました。その次にはミサイル生産施設まで直接見学させて北朝鮮の核武力がどれほど強いか体感させたんです。軍幹部たちが記念撮影をするときも金智英を金正恩のすぐ隣に立たせてこの子が未来の指導者だというメッセージを暗に伝えました。そしてついに国際舞台にまで達しました。ロシア大使館に行って外国の外交官たちと直接対話する姿を公開したんです。12歳の子が外交活動をするなんて本当に想像もしていましたが、もっと恐ろしいのは北朝鮮が金智英をどのように放送しているのかです。一度見たことは絶対忘れないほど素晴らしい記憶力を持っている。年は幼いがもう父親を放射しているというふうに完全に天才にしてしまいました。こんな宣伝方式、本当にどこかで見たことがありませんか？キム・イルソンも幼い時6歳で銃を撃って岩を砕いたというふうに神格化されて、金正日も3歳で馬に乗って9歳で拳銃を撃ったというふうに放送されたんです。今、金正恩にも同じことが起きているんです。藤本さんが目撃した北朝鮮王室の生活は本当に衝撃的でした。カードゲームをすると、景品は便秘からピアノ、ソニーのカムコーダーまで贅沢なものたちで、金正日は宴会でお客さんたちにこんにゃくを一気飲みしろと命令したりしました。金正日は藤本さんを大事にして、俺を好きかと聞いて、好きなら頬にキスしてくれと要求したりもしたそうです。藤本さんが金正日の方に何度もキスをしたという逸話もあります。金正恩も同じです。2012年、執権して1年も経たないうちに藤本さんを北朝鮮に呼びました。許してやるから入ってきて妻に会えと言ったんです。2017年には藤本さんが平壌でラーメン店を開けるようにしてくれました。これは金正恩が日本人にも特別な感情を持っているという消去かもしれません。金正英が後継者になったら北朝鮮はどうなるでしょうか。まず金正英が政治になるまでは金与正や他の側近たちが摂政役割をする可能性が高いです。でももっと重要なのは金正恩が金正英に譲ろうとしているのが単純な権力ではなく北朝鮮の核兵器だという点です。金正恩が娘をミサイル発射現場によく連れて行く理由も未来世代のための核武力
という論理を作るためです。私たちが核兵器を開発するのは、金正恩のような未来世代を守るためだという新しい宣伝論理を構築しているんです。これは日本にとっても大きな意味があります。これから数十年間、核兵器を持った北朝鮮と向き合わなければならない可能性が高くなったんです。皆さんはこの状況をどう思いますか？金正恩が本当に北朝鮮の次の指導者になれるんでしょうか？動画が役に立ったなら、いいねとチャンネル登録をお願いします。コメントで皆さんの考えを聞かせてください。ありがとうございました。